キャリーパミュパミュです。夢のような武道館ライブから1ヶ月以上経ちますが、今回はキャリーパミュパミュ 10th アニバーサリージャパンツアー2022ツアーファイナルYUMA105ライブコメンタリーと題してお送りします。なのであの日の武道館のライブを映像を見ながら楽しく振り返っていきたいと思っております。ということで、私と一緒にコンサートを作り上げてくれた方々にも集まってもらいました。もう皆さん本当忙しい中でこのようなお時間を取っていただきありがとうございます。まずは今回の武道館公演のキービジュアルとストーリーを作ってくれた千原哲也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千原です。お願いします。お願いします。で、続きまして私やダンサーさんの振り付けや演出を担当してくれた笹尾さんです。よろしくお願いします。笹尾です。よろしくお願いします。続きまして全員のステージ衣装を担当してくれた高橋剛さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最後はステージ美術と特殊メイクを担当してくれた海保さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なので今日はこの4人とですね、私の5人で武道館ライブを楽しく振り返っていけたらいいなと思っています。はい、いやー、もう1ヶ月以上経ったんですね。早いですよね。早いですね。はい。皆さん武道館公演はいかがですか。まずじゃあ千原さんから。僕はもうお客さんとしてね、見に行って。確かに。そうなんです。多分皆さんはね、裏にいるんですよね、多分。裏に皆さんいらっしゃいました。だから本当にお客さんみんなの顔とか見ながら感動してました、ずっと。なんか千原さんがストーリーかなんかで、なんかこんな素敵なライブは過去にもなんかあんまりないみたいな書いてくれて。いや本当そうでした。僕はもうなんか関わってるのももちろんあるかもしれないけど、関わってるのもあるけど、でもなんかやっぱりみんなの笑顔とね、キャリーさんがこう歌ってるのとかもう客観的にこう見てて、もうずっとなんかこう涙目になってました。嬉しい。すごい楽しかったですし、でも子供たちと見に来たりとかしたんで、子供もみんなキラキラした目でね、見てたんでよかったです。結構会場もお子さんもいらっしゃいましたよね。いましたね。だから本当に感想としてはお客さんの感想ですけどでも千原さんが今回キービジュアルを作ってくれて、そこから全てが始まったんで、あんなギリギリから全てが始まったんですね。そう今回の武道館ライブはもともと他のテーマがあったんですけど、千原さんと相談しながらいきなりそのYUMA105というテーマに切り替えたので、千原さんにこう参考画像ババババって送ったりして、そこからすごい早くブラッシュアップしてくれましたよね。そうですね。だから違うテーマの時は割と他人事でね、そう楽しみだねみたいな。楽しみで、なんかすごい仲も良くて、よく千原さんと2人でもご飯行くんですけど、聞いてた感じだったんですけど、急にユーマになってからバババババってこう画像が送られてきて、千原さんにお願いがいくかもしれません。しかもストーリーまで今回考えてくださって。そうですね。なんか短い間でしたけど、まあ喋ってたから良かったですけどね。すごく考えをキャッチアップできて、そしたら投げたらすごいいいって言ってくれたんで。実は千原さんは六本木の EX シアターのインビテーション、グレートインビテーションとキャンディーウェーブと、この武道館の今回のYUMA105、全てキービジュアルと関わってくれていて、そうですね。もうなんか千原さんに頼めば間違いないなと思ってまずどうしようってなって、ちょっと一回千原さんじゃんみたいになってて最近はもう全て千原さんが決めてから、そこからこう、他にも動いていくっていう形がね、かなりありがたいですけど、重役でやっていただいてます。でも今回の武道館はね、僕がね最初こう考えなきゃいけないって思ってなかったんで、それをすごいありがたいなと思って、ユーマになってね楽しかったです。なんかイメージしたこととか、考えたことってどんなことがありましたか。YUMA105時最初多分ツアーのタイトルは言ったと思うんですよ。YUMA105で行きたいみたいな。最初102とか言ってたけどね。102からなんか
曲数間違えてたけどね。そうそうそう、曲数間違えたし、なんか5かもみたいになって変わったんですね。急遽5になったけど、はい、でもなんか僕もやっぱ SF 映画とか大好きなんで、なんか言ってくれてるテーマとか送られてくる画像が好きなものばっかりだったんで、なんかその好きなものを吐き出せるっていう意味ではすごい楽しかった。よかったです。いや、めちゃくちゃハマってました。そう、意外と合うんですよね、はい、考えが。そうですね、確かに。そうだから、助かります。なんか結構好きなものが近いというか、ね、はい、そうじゃないんだよなみたいなことは本当あんまりなくて、そうですね、これみたいな感じでハマっていきましたね。はい、でも本当に時間ない中でメインビジュアルも描いてくれて、そうですね。でも頑張ればできる時間でした。仕事早い。もうなんかうちのスタッフチームは千原さんがやっぱめっちゃ早いから返信とか仕事ができるから、はいはい、みんな遊びシステムがめっちゃ助かってますよ、毎回。早い。いや、みんな普通のことですから。はい、という感じですか。はい。お願いします。次はダンスと、そして振り付け、構成から全て考えてくださった笹尾さんにお話をお伺いしたいと思うんですけど、今回このじゃあ105という数字は過去のライブの楽曲で結構本当は最初全曲披露したいなって思ったりだとか、とんでもない数が歌いたいってなっちゃっていて、ただしこれをやるにあたって既存の振り付けでやったらもう体力も持たないし、ダンサーもやばいし、どうしようってなった時に、笹尾さんとはかまいたちと、あとガムガムガールという楽曲で振り付けを作ってくれてたんですけど、今までのキャリーパミュパミュのダンスとまたちょっと違くて、物語ストーリー性がある振り付けっていうのが私すごく印象的で楽しくて、笹尾さんにお願いしたいと思ったんですけど、最初にでも笹尾さんはもしかしたらギャラがめっちゃ高いかもしれないだから無理かもしれないって言われて、いやでも確かに笹尾さんに千原さんもそうだったんですよ。だから千原さんもなんか高くて無理かもみたいなすごいみんな言うから、ちょっとねお声掛けが本当にそれもお二人ギリギリになっちゃったんですけど、笹尾さんに今回ぜひやってほしいということで、それからなんとなくのイメージでこのユーマにはこのダンスかなみたいな、バレエとヒップホップと、あとあれなんだっけ、最初はタップって言ってましたよね。タップって言ってたんだけど、それがハウスになって、でそこからあとボーグか、そうだボーグだ、笹尾さんがピックしてくれてという感じでしたけども、最初えげつない曲数やるってで、多分おそらく知らない楽曲結構アルバム曲だったので、聞いた時ってどうでしたか？いやだから本当にもうかまいたちやってガムガムガールやらせていただいて、で、ミュージックビデオとテレビ番組だけしかやったことなかったので、ライブはすごい新鮮でもちろん知らない曲もいっぱいあったんですけど、で一番最初にキャリーさんがユーマの一人一人のダンスのその種類を決めたじゃないですか、それで結構イメージ湧いて、でユーマをどういう風に徐々に出していったらいいのかとか、なんかそういうの考えながら楽しかったですけどね。あと結構面白かったのが、笹尾さんが作ってきてくれた振り付けと既存の振りがリンクしてるところがいくつかあって、だからやっぱりその感覚が近いというか、すごくそれも面白かったですね。ここ一緒なんですねみたいな話です。偶然一緒みたいなこともあったりとか。でも笹尾さんも本当時間なかったですよね。いやでも頑張ればできる時間でした。頑張ればできる時間だったのと、でも今回すごい見ました。だから今までのキャリーさんの曲のダンスをいろいろ調べて、こういうダンスなんだとかいろいろ見て、結構研究しましたね。ユーマチームのダンサーさんを4人笹尾さんがピックしてくれて、リハに挑んでいく感じとかって皆さんどうでしたか？最初とか。もともと結構
結構よく知ってるダンサーって1人2人ぐらいで、初めましてのダンサーが2人だったので、結構自分もなんか探り探り最初リハーサル始めた感じですけど、まあでもみんな本当にいいダンサーばかりだし、すごいみんな真面目だし、なんか何よりもみんな楽しんでやってくれてたんで、うわーなんか武道館に立てるこのみんなの喜びと、で KPP ダンサーの4人もなんかすごい助けてくれて、なんかみんなすごい最初から最後までずっと楽しんでやってるイメージでしたね。結局でも私含めて合わせたのって3回とか4回とかですよね。そうですね。かなり3回ぐらいかな。かったんで、なんか笹尾さんにそのリハーサルで、ここに階段があるからキャリーさんここはパーッと言ってもらって上で歌い出してって言って武道館を見たらめっちゃ高くて階段がもうなんかバババババババっていう神社の階段を駆け上がるやつ。もうゲネの時点で、いやこれ間に合わないですねって言われて、あ間に合わないですかっつってダッシュしてもダメですかっつって言ったんですけど、やっぱり間に合わなくて、でも音源もちょっと伸ばしていただいて、であそこ上から出てくるっていう、なのでこの後の映像で私の全ダッシュもね見れると思うのでぜひ見てください。ありがとうございます。続いてスタイリストの高橋剛さん、よろしくお願いします。剛さんは今回のこのユーマ105で、テーマを聞いて衣装をこういろいろ制作してくれてたと思うんですけど、なんかイメージとか、なんかこう浮かんだものみたいなのってどういうものが最初にありましたか？最初にみんなズームで打ち合わせしたじゃないですか。でその時にユーマがこういくつかあって、それでどれにしようっていうのが絞られてきて、でまずそれをどういう服にしようかなっていうところから始まって、でなんか普通の服を着てるわけではないくて、だけどなんかユーマのコスプレをするわけでもないから、でもダンスをしなくちゃいけないとかいろいろ考えながら、でもなんかもうキャリーちゃんの服のことの方がもうなんかあれやりたいこれやりたいっていろいろあったんで、そっちを考えていっていたらもうなんか頭がとっちらかってでなんか結構そのデザイン画をその書いてからこの生地を選んだりとかっていう風にするんですけど、その書いてはこれじゃ多分生地こういうのないからじゃあどうしようっていうことをやりながらちょっと考えていったっていう感じですかね。なんか剛さんって絵もめちゃくちゃお上手なんですけど、その剛さんが制作されたこうみんなのビジュアルイメージを見た時に、もうこの武道館は絶対成功するなってやっぱその絵を見て思ったんですよね。嬉しい。なんかそれぞれのその個性も立ってたし、こんな素敵な絵の感じで衣装って制作できるのって思ってたけど、リハーサルでダンサーさんたちと合わせた時にみんなやっぱ見やすいし軽いし、すごい感動してました。その動きやすさとか、お尻に大きいチュパカブラとか入れてたけど、こうハウスで足技もできてたし、いろんな工夫がされてて、本当に演者ファーストだなっていつも思います。そう、ありがとうございます。なんかなんだろう、別に普通にやってることなんだけど、なんかそう動きづらいの嫌じゃないですか。嫌ですね。そうスーツでも普通のスーツだとまた絶対パキって割れるじゃないですか、ちょっと動いただけで。っていうことがその経験上過去にもパリって割れて。こうやってなんか足としたままこう、裾に下がるっていう人とか何度も見たりとかしてたので、そうだから動けてよかったですみたいな話します。私の衣装今回、メインで2着制作していただいたんですけど、それぞれのなんかイメージとか、ポイントみたいなところってありますか？あれはなんだろう、こうまずはそのユーマのようでユーマではないというか、キャリーちゃん自身がなんかもうなんていうの、存在太陽なのかもしれないなんか太陽のこう爆発からこう派生したエネルギーの何かなのかもしれないって思ったりとか、あとはその人
人のそのユーマとかその人間とかを作るこうなんか細胞とか血管とかこう全てを司る象徴がそのキャリーちゃんの2ポーズかなって思ってその書いていたんですけど。そういうことだったんですね。そうなんです。なんか剛さんとリハでフィッティングした時に、なんかフィッティングした時じゃないな、フィッティングした時にはその覆面を今回最初に被るってことがあって、なんか撮っても耳って面白いかもですねとか言って、そしたらなんかいいねいいねじゃあ作るみたいな感じですぐ作ってくれたりとか、なんか私がこうなんとなくこういうのどうかなみたいなことに対してすごくいつも皆さんそうですけどいいですねって言ってくれて、しかもそこからのこう制作もめっちゃ早くて、このちっちゃい耳が結構好きです。そうあれね結構寸前にそのキャリーちゃんのアイデアで出てきて、でそう最初はなんかもうちょっと銀行強盗みたいな感じのねデザインをしてたんですけど、その耳つけるっていうのあって確かにいいかもと思って、その中作りながらすごいこっちもこうテンション上がりながらやって、ただねその大きさに対してこう動きが、ね、顔がどうやって動くのか、どうやってマイクを入れようかっていうことを考えながら、こう最後までね試行錯誤してっていうところがあったけど、でも結局視界も見えるし、マイクもその布が結構こう高いところからあったんで入ってたしっていう感じですごい快適で、やっぱマスクあってよかったなって当時も。よかったですよね。そうしかも取っても耳あるっていうすごい好きですね。ありがとうございました。最後今回のステージ美術とあと特殊メイクでマスクを作ってくれていた海宝さんにお話を伺います。お願いします。お願いします。やっぱ海宝さんといえばこれまでもミュージックビデオだったりツアーに出てくるダンサーさんのマスクとかをいくつか作ってくれたことがあると思うんですけど、今回は初めてのちょっと美術をそうですねお願いをしたのですが、最初聞いてどう思いましたか？最初多分急に DM かなんかで「できます?」みたいな、それぐらいのノリでしたよ。ひどい女ですね。バーって画像をそれこそ送られてきて「いけると思うんですよ」みたいな。俺もバカだからいけるかもしれないみたいな感じで、でもすげえ面白そうだなと思って、やったことないし初めてやるの武道館大丈夫みたいな、その多分いろいろルールとかあるだろうなとか、いろんな心配して大丈夫ですかねみたいな言ってて、でもとりあえずなんか好きに書いてくださいみたいな感じで言ってくれたじゃないですか。がすごいなんか楽で、やるときにその妄想するのは好きだから、こんなステージにユーマがいてキャリーさんがいてっていうのがすげえ面白いなみたいなのがどんどん出てくるから、それで最初バーって書いて、なんかもう予算とかそういうのも無視して、もう好きに書こうみたいなので書いて最初区切りました。なんか最初にその千原さん、笹尾さん、剛さんという気は決まっていたんですけど、美術どうするみたいになって、確かに美術ってどうしたらいいんだろうって言って、もう時間もないし1ヶ月切っててってなった時に、でも海宝さんって今回のテーマ得意そうだよねみたいなところから海宝さんにお願いすることが決まって、でも海宝さんもイラストめちゃくちゃ上手で、ステージのイメージだったり、結構忠実に再現されてましたよね。絶対 UFO いてほしいなとか思ってたんですけど、UFO ステージで作ったらめっちゃでかくないとか思ってたけど、当日行ったらあって、なんかそういうなんか意外と実現できて、なんかすごい楽しかったですね。そうですね。あとチュパカブラとフラットウッズモンスターの造形物も作っていただいて、でなんか前に海宝さんとお仕事した時ってそのダンサーさんたちの型を取ってたイメージあったんですけど、今回はもうそれもなしで、なんか多分キャンディーウェーブの時と、キャンディーウェーブは像を作ってたんですけど、作りは大体一緒で、その被り物のなんかここが開いてて息しやすいようにみたいな作りでフラットウッズとチュパカブラ作ってて、あれはなんか面白かったです。海宝様の個展のシーズン準備期間とめっちゃ被ってて本当に時間のない中での作業に
なってましたよね。はい、ありがとうございます。全然そろそろライブを見ていきたいと思います。ユーマ105スタート。時は2022年のこれの文章を考えたのも千原さんですか？そう、これだからいつも一緒によくやってるライターとはい2人でこう相談しながら作ってったんですけど、ここが僕のまあね大事な見せ場ですよね。そうですね。始まる前がね。未だ確認されていない生き物がなんか声の方はなんだこれミステリーをやられてるナレーターの方で、そうですよね。はい、うハマりましためちゃくちゃ。ん、いやこれ描いた絵がこう動くとね、しかもこの大画面だからめちゃくちゃ迫力ありますよね。あうん、結構怖めでした最初オープニング。いやそうそう、だから子供たちはちょっと目塞いでましたね。あ、本当ですか？そう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 。子供やっぱこれぐらいで怖いですね。怖いってなってた。うん、怖いんだ。まあと大きいからね。うん確かに確かに。このサイズの確かにちょっと周りも暗いし、そう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 。モスが3メートルを超える驚くべき高さの生物で、この絵はじゃあお願いして描いてもらったっていう感じですか？絵は。そうです。これはね、はい、ハギーっていううん、僕のもう20年ぐらい友達がいるんで、へ綺麗に整理してもらいました。これは僕の拙い絵を。ーこのロゴがめっちゃ可愛くて、はいよかやったですっぱグッズもめちゃくちゃ人気でした。よかったですステッカーだったり、はい T シャツだったり。最後にあそこの2を5に変えた。本当すいません。でも5ハマりましたね。変わりましたね。2と似てるからよかった。よかったよかった。キャリちゃん、ナレーションはどなたが担当してくれたんですか？なんだこれミステリーでお話しされてる渡辺美沙さんという方で、なんか、なんだこれミステリーって未確認生物のも出てきたりするんですけど、なんか怖さもあって芯の強いこう女性の声っていうか、それすごいいいなと。あ、このね、この光がね。未確認生物発生もやってほしいってお願いして、はなんかナレーションの方、別の方で男性いにはいはい。やってもらいました。未だかつて確認したことのない生き物の生確かにここがいいですね、オープニングちょっと。ちょっとこれね。確かに怖いね。なしをここではありにしてみせます。いや、この頃に私はもう上にいて、手汗びっちょりで高いところにいました。最初これから相当高いですよね。高かった。いや高いよね。しかも命綱なし。ちょっと顔がこわばってるんですね、実は。なんかレースがあって照明がガン当たりした時に、はいはい。すっごい平衡感覚が分かんなくなっちゃうんですよ。なので結構これは集中して立ってました。命綱ないからなんか落ちたら死にますかって言ったら、うん、死ぬか渋滞だねとか言われてこれ何メートルだったんですか、高さは？ 6メートルとかですか？ 7.5。すごい。でスモークも相まって見えないみたいなこともありました。しかもこれ最初高さ全部スカートにして隠すって言ってましたもんね。確かに。でも剛さんのアイデアで良かったです。スカートだってたらやばかったな。でもおなじみのこのインベーダーインベーダーやっぱ人気曲なんで、お客さんもこう一緒に踊れてる感じが良かったです。いや子供たちもすぐ切り替わってます。もう恐怖から。あと今回結構この海宝さんのステージ美術に対してピラミッドの先が映像になってるんですよ、先端の部分が。そこのリンクも素晴らしかったですよね。なんか目とか動きたいんですけどみたいなの書いてて、それも当日見たらめっちゃ目動いてて、そうだったんですね。すげえ面白かった。この右側にワーリングなんだっけ看板があるんですけど、その看板は私海保さんと公園で夜の公園で書いて書いたんですよ。
でもなんかそれツイッターで言ったらだから字汚かったんだって言われてそれショック受けましたこっからダンサーズが出てきます。剛さん、こっちのダンサーさんは結構親衛隊みたいなイメージですか、衣装は。これは、その宇宙の彼方でそのキャリーちゃんの存在を見つけて、その捕まえてきてここに運んできたみたいな感じなるほどをイメージしました。あ、とっても耳にこのまたあれがついてていいんですよね、タラタラが。あ、そう、フリンジつけましたね。はい、フリンジが。照明もすごいですよね。なんか剛さんにこれ結構キラキラさせたいですとか言ってもうめっちゃ本番キラキラつくよって言ってくれてて、もう全面にやっぱすごいキラキラだけじゃなくてラインストーンみたいなのついてるんですか？そう、いっぱいつけました。そう、なんか生地を特注であれ作ってもらって、そうなんですよ。そう、でもなんかキラキラが弱いなと思って当日ずっとスワロフスキーでめっちゃ見てましたみんなでつけてギリギリまでつけてましたダンサーさんは結構今回素顔なんですねって言われてたんですけど、実はなんか黄色黄緑みたいな顔の色を変えてたんですよね。あの交差点でみんながもしスキップをして、もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスがつかみたいのなら。今回このダンサーさんたちは私がデビューした時にキャリーキッズとして踊ってくれていた子たちで、なんで私が多分当時18歳で小学校6年生とかだったんですよ。でそこから天ぷらキッズっていうグループでデビューしたりとか、それぞれダンスの道でやってたりしてたんですけど、久しぶりに再会した時に一緒に踊るの楽しいなと思って、でやっぱなんか若いエネルギーというか、みんな本当に頑張るぞっていう気持ちがすごく強くて、それで今回のこの夏フェスぐらいからダンサーさんたちがちょっと懐かしのメンバーに変わってました。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから一応キャンディーウェーブのツアーではあるんですけど、ホールツアーの方はまた違うダンサーさんで、今回も新しいダンサーさんという形です。だから彼女たちも振りを覚えるのが多分めっちゃ大変だったと思うんですよね。じゃあ一気にめちゃくちゃ覚えて。めちゃくちゃ覚えてました。1日3曲とか。すごいな。それでクオリティ出すのすごいですね。でも共通点はダンスの先生の舞子さんという方、皆さんレッスンでもともと習ってたので、舞子さんの作ってる振り付けは結構覚えやすいっていうのがあったと思うんですけど、で俺もリハーサルの時に話聞いて、すげえびっくりしました。小学校から出てるって言ってたから「って言って「小学校からステージ出てんの?」って言って、このパンパンパパパンの時に結構名物おじさんで食パンをパン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 ってやってくる人がいます今回来てたんですか？絶対いたと思います。動画に食品サンプルの食パンみたいなのを見せつけてくるおじさんが結構この流れ思い出しましたね。ポンポンポンとこの後にキャリーのマーチって曲も出てくるんですけど、このみんなで踊ってたなっていう。でもやっぱりこの2時間半ずっとこの感じだったらお客さん自身も多分胃もたれしちゃってたと思うんですけど、そこに笹尾さんの演出とユーマチームが出てくるっていう、なんかそのバランスが
結構見に来てくれた友達とかがすごい言ってました。交互する感じがなんか全然長かったなって思わなかったって。なんかいろいろ見応えありましたよね。やっぱ客観的に見ててもすごい思いましたけど。この武道館公演に比べたら気持ち的には余裕はありましたか？それとも緊張はしてました？もうめちゃくちゃ緊張してました。多分一番緊張してて、その普段やってきてやっぱダンスと違うことだったり覚えなきゃいけないこともたくさんあったので、あとやっぱ体力がちょっと心配でしたね。はい。なんかリハーサルのみんなで合わせた最初に次の日起きたら全身筋肉痛になってて体がもう動かないぐらいだったんですけど、武道館の後はもう全く何にもなくて、人間今やればできるっていうことがやっぱこのライブが教えてくれましたね。大変なことをクリアするとね、はい、できるようになっちゃうもんね、どんどん。限界を超えるみたいなテーマが今回あったので。そうで言ってましたね。はい、なんかこの振りもみんなで作ったんですよ。どうするみたいな。見てました僕。はい。それも楽しかったです。でこの揺れていくっていうのになったじゃないですか。ありました。いいのになったなと思ってました。3回目どうしようかみたいな。あとその仲いい感じも俺すごいなと思いましたね。やっぱなんかいつもだったら決められた振り付けとか、リーダーみたいな子がいてその子が作ってくれるみたいなことが今までは多かったんですけど、今のこのダンスチームはみんなで意見を出し合うっていうのが結構新鮮ですね。やっぱペンライトをみんな変えてくれるっていう。なんか私がペンライトを赤とか言って退出した時にみんな出てきたいやこれ怖いなんか出てきたってなってますね。そうその赤色って言っていなくなった時に赤から変えられないみたいになってたみたいでかわいそうと思いました。なんかここは結構ユーマをイメージしてくれてて、なんか見つけれるけどすぐいなくなっちゃうみたいなイメージがやっぱあって、気づく人だけ気づいてくれればいいかなって思ってましたね。このブロックは本当初期の頃の楽曲ですね。なんか今回はその初見の人も楽しめて長年のファンの方も楽しめるようにしたいなと思ってて、これアルバム曲とかはちょっとこうメドレー形式にして有名なシングル曲とかはちゃんとフル尺で見せたいっていうのは考えてました。尺がまた短くなるのも結構難しくて、そういうので頭がいっぱいになってましたね。カフェラがめっちゃ目立ちますね。目立ちますね存在感すごいです。
なんかフラットウッズモンスター最初髪の毛だけで、ここになんかメイクさんになんか貼りたいって言って貼ってもらってから結構なんか目みたいに見えて可愛くなりました。あ、ランディですか。あ、そうです。モスマン。モスマンだ。ごめんなさい、間違えました。モスマンのあれすごい良かったですよね。モスマンのこの目が、ね、映えましたよね。すごい効いてましたね。すげえ光ってましたよ。すごい光ってました。ラメみたい。やっぱ海保さんのクオリティが高すぎて、その並んだ時にもうここにやっぱ目あるぐらいにしないとバランス取れないねって。なんかでもメイクさんも剛さんも海保くん次第で衣装を変えようとか言ってましたよね。そうですね。そう、あとね、本当はこっちも衣装の方で作るって言ってたけど、もっとその軽くしなくちゃいけないしとかって、でも海保くんが入るんだったらもう大丈夫だなと思ってこの曲めっちゃ久しぶりにやりましたね、キャリーアン。髪の毛とラメも効いてますね。そう、髪の毛いいなと思って。あ、出てきた。チパラ4足歩行なんだよな最初は4足で行こうって言ったんですよ。でもなんかタキシードみたいなの着てて、それもめっちゃおしゃれの曲は本当は夏色フラワーって曲をリハでやってたんですけど、流れ的にパーフェクトお姉さんの方がなんかいいかもってなって、急遽変えてもらいました。それこそ多分武藤さんもいたリハで変えたかも。これ YouTube でやってるもんね、振り付けの。やってますね。見たことありますか？あるある。だからもう子供たちはずっと見てるから。あー嬉しい。あれで知ってる曲が出ると嬉しいよね。そっか、じゃああれやっぱ重要なんですね。重要ですあれ。じゃああれ発信していきます。じゃあそれ限られてるんですか、その振り付け動画になってるやつは。そうそう、なんか何個かですよね。何個かです。一応シングルとパーフェクトお姉さんとキャンディレイサーはあったかな。そういう場合って子供たちは私の振りを覚えるんですか？そうですね。めっちゃ見てるんだあれ。嬉しいです。この前回のキャンディーウェーブツアーの振り付けもその時出てたダンサーさんたちがそれぞれ1個ずつ作ってくれてたんで、結構振り付けの雰囲気違ってたりしていて、ここいつもツアーではなんかギター、ギターじゃないな、エレキエアみたいなやつね。はい、エアじゃないですよピアノそっか。シャルダーキーボードやったんですけど、ペンライトを最近使っています。みんな一生懸命ボタンを押してて可愛い。
一応ハロウィンも近かったんで平日ではあったんですけど仮装も大歓迎ですみたいなことをツイッターで言ってたらいろんななんか仮装とかコスプレしてる方も多かったですいやね。だいぶいましたよ。いました。君を見ればわかるのに君がないのその奥に何を見ればいいのかなパーフェクト姉さん悲しみの笑顔で僕をあんまり見ないでパーフェクト姉さん比較にもならないなのにやきもち焼くのもう一回パーフェクト姉さんパーフェクト姉さんみんながちありがとう日本武道館にお越しの皆さん、こんばんは。キャリーパ結構ツアーの衣装を着てる方もいらっしゃいますね。今日は105お集まりいただきましてありがとうなんかコアな方とかはダンサーさんの衣装とかもあります。ございます。このライブはですね、キャンディーウェーブというツアーを去年から今年からか1月からずっと回って全国約30カ所回ったんですけども、ツアーファイナルということでようこそこのユーマというのは未確認生物ってわけで皆さんその認識あると思うんですけど、この105という数字は何なのかというところなんですが、私が今までリリースした楽曲となっております。で、今日はほとんどの楽曲を披露したいと思いますけどいいですか？さっきからメドレーめっちゃやってるじゃんって感じだと思うんですけど、ちなみに私のライブ今回人生初めて来るよって人はどれくらいいますか？結構いますね。ありがとう。特に上の方ちょっと半分以上わかんない楽曲かもねちょっとね本当にアルバム曲とかもたくさんやるんですけど、ありがとうございます。あと今日さ、私が仮装も OK だよって耳ア言ったのでップで見るとこういう風になってるんですね。そう耳ねいっぱい作ってほしいですね。グッズ化してほしいぐらいこう結構出来は気に入っています。こっちの方にもね、この間アメリカのフェスでも着用させてもらって、すごい皆さんテンション上がってました、お客さんたち。前にムスカ大佐がいるね。でもムスカ大佐のコスプレの人いたんですよねいやキャリーさんのこの時のなんかその見つけるスピードが速くてびっくりしました。あそこにあれいたみたいな。ここにねたくさん着てましたし、あとはGVGV というお洋服の衣装だったりポンポンポンもいらっしゃいますね。あとモンスターもいるね。すごいじゃん、みんなどうもありがとう。平日なのにこっちにもたくさんいるね。いやここからバッチリ見えてるのでね、原宿イヤホイとツアーの衣装もいますし、上にもたくさんいるね。今日は本当ありがとね。あと結構男の子がガムガムガールやってます。全身白でスタイリングで、あ、そっかコートのやつ。そうです。なんか私の衣装やっぱこの結構女の子らしいシルエットが多いんですけど、ガムガムの時はちょっとなんかこう戦闘っぽいイメージでフードかぶってて、ツアーでよく見かけました、ガムガムガール。なります。聞いてください。Maybe baby Maybe baby いくよ、僕らのスペシャルな Maybe baby Let me Maybe baby Maybe baby いつも心
つれーみたいになってましたよ。踊り終わった後疲れるみたいな。このダンサーさんたちの蛍光の色結構効いてますね、暗いところで光る。そうだから俺も客席の方で見てて、で着替える時だけその後ろに行ったりとかしてて、そうバーンって暗くなった時にブラックライトでキャリーちゃんのも結構ピンクでパーって光ってて、そこまで実はあんまり計算できてなかったからすごい感動して。いやすごい光ってたって言われました。私のライブ照明がもうビッカビカでいろんな色になるので見えますよね。今日はちょっと来れてないんですけど、ヘアメイクさんはのんちゃんという川村のぞみさんという方が手掛けてくれて、私のこのヘアスタイルはなんか最初ねセンターパートだったんですよ、リハでは。でもこっちの方がやっぱ慣れてていいよねってことで急遽変えてくれたり、ダンサーさんも一人一人のイメージに合ってウィッグを作成してくれましたね。結構ギリギリにその変更とか皆さんやってくれてましたね。このウィッグに入ってるキラキラのやつって、もう一本一本こうやって編み込んで手で結んだですかね。あれなんかそんな感じで言ってました。すごい大変ですよね。これやっと水を飲むというここから笹尾さんが携わってくれた出てきます。はい、ユーマチームが出てきます。モスマン。ちなみにこの時ちょっと体負傷してましたよねそうなんです。ちょっと体痛めてたんだけど、本当に、なんか前日だか前日のリハとかかな。はい、でなんか一回なんか出れるか出れないかみたいな感じになったんですよ、実は。そんなまで。そうだった。なんかちょっとしたひびみたいな感じだったんですよ、骨が。なんか肋骨？はい。肋骨とか言ってましたよね、確か。そうは見えないですよね。でもなんか痛み止め、なんか注射打って大丈夫になりましたみたいな。じゃあもうギリギリだったんですよね。みんながギリギリでやってますね。そうなんですよね。しかもこのモスマンのランディさんに対してはこう今あんまり表に立ってないって言ってて、振り付けを作ったり考えたり。そうですね。でもすごいランディはなんかピーちゃんとかのこともなんかよく知ってる。はい、言ってましたね。なんか KPP ダンサーもみんなランディとも写真撮るみたいな。ランディさん写真撮ってくださいみたいな。でも今回友達で、ボーギングやってる友達とかがいて、そういえば今度ダンサーさんでボーギングの方いるよとか言ったら、それランディさんだったらウケるとか言ってたらランディさんで超驚いてました。すごいですねそれ。ランディさんの教え子さんだったみたいで、エリナッチっていう振り付けをやってる方で。なんか D リーグとか出てましたね。出てましたね。出てましたよね。はい。私の友達はこのイエティとの動きと衣装が超リンクしてて感動しました。その動きに対してやっぱ揺れるから、迫力がすごかったって。いやでもやっぱ一番最初にキャリーさんがこのイエティはヒップホップとか全部決めたじゃないですか。それがバッチリハマったなと思いましたね。嬉しいです。それはお客さんとして見てても感じました。いや間違いないチョイスだったなって。もうここからお客さんとして。いやそうなんですよ。僕らほぼ関係ないんですよね。始まる前とかね、そうですね。だから誰もいない武道館とかのポスターとか映してくれたら語れることいろいろあったんですけど、そうそうそう。
千原さんが描いてくれたポスターのは感じとやっぱ海保さんのセットも超リンクしてますよい。いやね。めっちゃ嬉しいです。参考にしました。こんな風になるんだっていうね。自分も思いました。すごいな。嬉しいです。先週なんかその海保さんに美術をお願いしたいってなったけど、千原さんのポスターが出来上がってからにしようみたいな、それですごい遅れちゃってすみませんでした。全然ね、あれないとね、そうバラバラになっちゃいますよね。そうですよね。お尻がすごいね。お尻ってどうなってるんですか？肉襦袢を2つ3つかな重ねて、そう1個に塗ってそうパンツ状にして、すごいこう柔らかい。クリッと。めっちゃ触られてましたよね。いろんな人に。そのチュパカブラの役をやってたブラウンははいなんかもう本当に楽しかったらしくて、もう本番からリハーサルから全部楽しかったらしくて、で最後なんかライブ終わった後になんかチュパカブラと別れるのが寂しくなっちゃったらしいんですよ。で最後なんかチュパカブラにキスしてました。あの面途中この写真見たら。ちょっと須藤さんこれ動画撮ってもらっていいですか？チュパカブラとお別れの。海保さんの個展にもいらっしゃったんですよね。来てくれました。ランサとオブラウンカピさん。行ってたんですね。オカピさんもですか？そうです。だから二人とも造形そっかそっか。また被りたいっつって。やっぱ愛着が湧くんですよね。なんか自分じゃない何かになってやるみたいなのがすごい楽しかったっつって言ってまなるした。ほど。でも前に剛さんと海保さんはザ・ファミリーっていうオンラインライブの時もお衣装と特殊メイクやってくれたんですけど、その時はもうフルフル特殊メイクで、そしてやっぱダンサーさんたちがその汗かいて汗吸っちゃって重くなるんですって。それもすごい面白いなと思いました。もう特殊メイクしちゃうと脱げない状態になるから、なかなか大変だったけど、あれも面白かったですよ。面白かったですね。視界が見えてるのもすごいですね。いや、結構見えてるって言ってます、ね結構見えてるみたいですね。いやでもよく踊れるなって思いながら俺はやってます。すげえって。だってあの時ね、お父さんとかも肉襦袢の塊みたいなスーツ着てめちゃくちゃ暑いだろう。裏で死んでるみたいな。脱いだ後重くてすごい。そう確かに。結構私今回のきっかけやっぱかまいたちがすごい強くて、3人とも多分かまいたちからで、多分制作チームの方がその新しい方を入れてくれていて、その出会いにも本当に感謝ですね。お二人もかまいたちからの。そうですよね。違いましたっけ？そうです。かまいたちガムガムですよね。そこからもうガムガムもお願いしてそうです。よかったなっていう。キャリーさん初めましてでスキンヘッドにしました。あ、そうですそうです。そうだね。そっかそっかそっか。でもなんか最近はそういう出会いもすごく楽しくて、なのでこの間もミュージックビデオやるときはもうメイクさんも衣装さんも衣装さんは剛さんでした。衣装さんは制作サイドも剛さん、私も剛さんでハマったんだ。そうそう、まず制作さんに聞いて、いい人いますかみたいな。でそれで振付師さんはゆりなしやさんになったりとか、結構なんか昔だったら多分やっぱ決められた人とやらないとなんか不安とか、自分が変わりすぎちゃうのが怖いとかあったと思うんですけど、なんか今のモードはなんかいろんな人とお仕事するのが楽しいですね。でもその辺のクリエイティブを自分でジャッジするの楽しいですよね。楽しいですね。でも大変ですよね。ねえもう。いや千原さんとよく確認作業が千原さんめちゃくちゃ多くて大変だっていう話をしてて。確認作業地獄みたいなね。そうなんですよね。でもなんかそこら辺は千原さんと出会っていろんなお話しして
こういう人もいるよってなんか教えてくれたりとか、それこそラッキーさんも千原さんつながりですけど、あんまりクリエイターの人詳しくないので、千原さんにすごい影響を受けてます。そうですか、僕もなんかこう最近ね一緒にやるようになったんで、もうお三方最高なので、もう千原さんともぜひぜひよろしくお願いします。いやめっちゃすごいの生まれそう。千原さんとキャリーさんが一番最初の出会いは何なんですか？出会いはあれですよね、振り袖。振り袖だ。私が20歳で成人した時に振り袖を作成するってなって、スタイリストの飯島久美子さんが手掛けてくれたんですけど、そこに千原さんが入ってくれて、振り袖のデザインをやってくれてまして、ペガサスのとかね、土星の絵とかね、いろいろ本当に普通に成人式に着ていかれるやつです。そうです。でもその時はお互い人見知りすぎて、なんかこんにちはみたいな、この度はありがとうございますって本当喋んなくて、そしたら共通のお友達がいるんですけど、その人が千原さんとめっちゃ仲良くて、で私も仲良くて、そこから3人で会うようになって、最初は人見知りだったんですけど、今はもう2人でよくご飯食べてますね。3人で会うしかできなかったんですけど、2人で会うきっかけももうどうしてもその子がね、そうです行けないみたいになって、じゃあ2人で行ってみるっていうのやってみますかみたいなね、そんな感じでしたね。でもそっからはもう3人で会う予定だったってことですか？そうです。急遽来れなくなって、でもなんか今までの私たちだと多分、じゃあ来れないなら別日にしましょうかとかなってたけど、結構こう距離も縮まってきて、じゃあ行きます千原さんみたいな。そうですね。あれからですね。もう今では車の値下げ交渉とかも一緒についてって、千原さんが車買われたんですけど、そうです。私が前に買ってたんですよね。同じねディーラーさんになるほど。ちょっとついてよっていう。そうです。お願いできます？一緒に来てもらってちょっと安くしてもらって。ね、うちの家にもね、こううちの子供たちも遊んでもらったりとかね。そうなんです。でもなんか千原さんはやっぱり今の仲の良さってこともあると思うんですけど、お仕事をお願いしたりイメージ伝えるのも本当気を使わなくてよくて、なんかやっぱすぐ分かってくれるし、なんか違うイメージとかも送ったりして、これはちょっと違いますみたいな。すごい話が早くて。そうですね。割とだいたい短い時間でやんなきゃいけないから、そこが合わないともうね、迷走しちゃいますもんね。私このミーからのブロックが結構一人でって言われてて、結構ここが不安だったんですよ。実は一人で盛り上げれるのかなっていう。なんか笹尾さんに左マックス行ってください、右もマックス行っちゃっていいかもねって言われてて、一人でミー盛り上げれるかなみたいな不安は最初ありました。めちゃくちゃ嬉しかったと思います。ミーカーが撮影 OK だったのかな。あれここ OK でしたっけ？OK っぽいですね。なんか撮影 OK も結構いろいろ考えたんですよ。今回一夜限りだし撮影 OK にしたいなと思ったんですけど、オール OK だとみんなずっとこうやっちゃって、盛り上がれないから、いくつかチョイスして、ね、外国人のアーティストとかみんなずっとこうやってるだけみたいなのありますよね。でブレノマーズタオル投げるみたいな。今みんな携帯持ってますからね。そうです。あれにしちゃうとね。でもなんか誰かが SNS でこう発信してくれた画像とかがこう回って、ああやってユーマの写真とか回ると、キャリーのライブ面白そうじゃんって結構思ってもらえるきっかけになったりとかもあるので、結構今 SNS の拡散力がライブに来てもらえたりしますね。だから撮影 OK 増えてますよね。増えてますね。
撮ってこれ結構上下にすっごい移動するじゃないですか、はい。この思いっきり細かい振り付けをバーって踊ってる時とどっちが疲れる？そんな疲れない？細かい振り付けの方がやっぱ疲れますね。こっちはそんな疲れはないやっぱ、ファンの皆さんの近くに行けてるから普通に楽しくて緊張がしますけど、この「ユナイトユナイト」がなんか結構人気曲なんですよ。この曲がファンの人がみんな好きで、水飲みてーってずっと思ってましたそうか、この辺ずっと一人なんですね。一人なんです実は。なんか一人の時ってまあ持つかなとか結構ドキドキするんですけど、でもコーチェラで一人でやった回もあったので、それ大きいですよね。それがやっぱ大きいです。いやそのコーチェラのお話をはい考えてるぐらいの時に聞いて、はい。で一人のシーン作りたいいなやーと思ったんですよね。そうだったんですね。この後に実は私マイク変えるんですよ裏で。ちょっとこっちの白いマイクが音が変になっちゃうって言ってマイク急に変えてるんで、次階段上がってくる時に変わってますね。この裏で階段登んなきゃいけないのにこの忙しい時にここで「ケンちゃんマイク変えます」って言われてすっごいバタバタしてました実は。1ハプニングっていう。なんか電波環境なのか、こっから黒いマイクになってます。君が出してる力は本当、君の本気の何パーセント、いつか全力 100%、 それは疲れちゃうけど、ありがとう。この振り付けとかもちょっと変えてもらったりとかして既存のものも入れてもらえて、正直になれるかな、明日から本気出すからねえねえねむねむぐっすりしてからの方がいい、僕の気持ちのみんなこれ楽しそうでしたねこれがそんな気持ちの何パーセントも練習あと白い手袋って剛さんのアイディアなんですか？めちゃくちゃいいです。ありがとうございます。はい。そうモスマンとか特に黒いからうん真っ黒で何も見えなくなっちゃうから、うんそう全部白で統一しようと思って、めちゃめちゃ見やすい。はい確かに。だからどこか手だかよく分からなくなっちゃうっていうか、そうこの振り可愛かったな。これで水もやっぱ沈黙あんま続くの苦手なんで結構急いで飲みますいつも。特にフェスとかがシビアでこうやって安定して水飲んでる時にみんないなくなっちゃったりするんですよ。次のとこ行ったりするから、ああなるほど。シビアですね。そうシビアだからすっごい急いで水飲んですぐ板付きしないといくつかステージがあるともともとずっと継がないとポリミステリーもやってて未確認生物のことは好きではいたんですけども、でも俺も経験がないので分かんないですけど、こういう時ってすんごい喉乾くわけじゃないですか、はい
一気に飲んじゃったりしないんですか？お話ししますとですね、4月にお水を一気に飲んじゃうとあんま良くないってことですよね。そうですね。お水一気に飲むと、まあ、お腹結構タポタポしちゃうっていうのもあるんですけど、そのフェスが飲める時に飲んどか、一気に飲んでリタつかないとやっぱそのみんないなくなっちゃうから、結構急いで3回ぐらいでもう半分ぐらいきますね。一吸いが早いというか。どうしようってなった時に、これ普通の水なんですか？普通の水です。レモン水とか紅茶とかじゃなく、まあ確かに。そうなんか好きなドリンクを置いてるアーティストの人もいるじゃないですか。あとなんかいつもそのダンスのことばっかり気にして体力のこととか気にするんですけど、その喉のことあんまりやっぱ今回も気にしなかったんで、最後の方にはやっぱ喉枯れてきちゃってて、だからやっぱ自分に合ったそれこそレモン水みたいなのとか見つけたいですね、今後。キャリーチームの人から電話があって、やっぱりステージ立てないってちょっとどうしようかって言われた時に、なんかじゃあ一人でやってみますってパッと出てきたんですね。でもそれはなんでかというと、このキャンディーウェーブというツアーを通して皆さんからたくさんエネルギー MC の時に声ゼーゼーなんないのすごくないですか？確かに。ここがフーってなってるのに、ここでってなんないのなんかすごいな。なんか結構その超人みたいに見せたいっていうブランディングもあるんですけど、そのゼーゼーしない汗かかないっていうのを結構意識してるかもしれないですね。意識して余裕じゃんって思ってほしいっていう。なのでちょこちょこ HIT トレーニングっていう結構ハードなトレーニング入れてみたりとか、あと私本当は顔が真っ赤になっちゃうんですよ、ダンスとかすると。リハとかも真っ赤になっちゃうと思うんですけど、でもファンデーションで青とか緑色をベースに入れてもらって隠してて、余裕に見せたいっていうなぜかこだわりがそして私は今日あります。信じられないぐらい曲でも歌ってる時もめっちゃ余裕な感じあるもんね。ありますね。いやでもこの映像でやっぱ聞いてると結構ピッチめっちゃずれてるなって思いますけどね。だってあんだけ激しい踊りを踊りながら歌うのってすごいじゃないですか。だから最初それがびっくりしましたね、リハーサルの時。だからめちゃくちゃ歌うまいんだなって思って聞いてでもなんかそこも結構コンプレックスがあって、実はって言ったらあれなんですけど、一応歌をずっと歌ってるんですけど、やっぱり口パクでしょみたいに思われることすごくあるんですよ。そのコンプレックスも結構あって、もう音を外してでもいいからしっかり歌い切るぞっていう気持ちはあります。なんかちゃんと歌えるからすごい上手だから、そう聞こえるのもあるのかもね。そうかもしれないですね。あとなんかこの高い声が加工してるって思ってるっぽいんですよね、皆さん。なんかほらベテランになるとさ、もうなんか歌い方むちゃくちゃになっちゃう人いるじゃないですか。上手くなっちゃって、上手くなっちゃってアレンジってことですか？アレンジがだからそうなると本当に歌ってんだなと逆に思うけど、でもなんかそういう口パク文化みたいなのって多分気にしてるのはそういう日本人だけなのかなって思います。海外の人とかって急に踊り出して音声流れてる時とか結構あるんですよ。あれも謎ですけどね。多分かぶせて歌っててってことだと思うんですけど、歌わないみたいな、踊るなんか本人がやってるとか気にするよね。なんか世の中の人はね。ちょっと演奏してないとかなんかこう映画でもスタントなのか本人なのかみたいな。確かにそうですね。確かに、でもそれで言うと私はその一般的には本気で操りピエロだと思われてるんですよ。なんかキャリーパンパムのバックにすごい人がいて、中田さんが作詞作曲を考えてるし、そのこう皆さんと話し合って作ってるって多分思ってる人の方が少なくて、こう完成されたものをただやってるから
結構ずっとその私じゃなくてもできるって言われ続けてましたね。めちゃくちゃ大変な確認作業やってるじゃないですかね。やってますよ。ねえ、はい、だから一つ一つもしかもアイデア出してね、それにみんなが動いてる感じだもんね。そうなんですけどね。なんかやっぱそういう風に多分18歳でデビューして形も変わってってはいるんですけど、思う方もいますね。めちゃくちゃ作業途中の写真とかキャリーさんにバンバン送ったりしますもんね。そうですね。なんかそういう確認作業ってもちろんそのマネージャーさんが入って確認するっていうこともが多いと思うんですけど、なんか言葉とか文章ってなんか思い伝わらない時あるんですよね。ニュアンスとかなんかドライに聞こえちゃったりとか、例えばなんか海保さんが途中のものを送ってくれて、それに対してこういう風にしたいっていうのを自分の言葉で伝えるのと、人を通した時になんかネガティブに思われたら嫌だなとか、だからそこは結構こう直接送ったり、海保さんも多分今回の武道館でなんか夜中に電話してイメージをこう話し合うみたいなのをやったりとか、それをでもプロジェクトですごく大切にしてますね。直接自分の言葉で言いたい。めちゃくちゃやりやすいですけどね。あ、本当ですか。どう思ってんだろうとかがなんか探りながらみたいになっちゃわないから、なんか直でわかるからすごいイメージがしやすいというか。でもなんかやっぱニュアンスが大事なところもあるからね、もうちょっとこうシステマチックにできる歌手の方なんかもいらっしゃると思うけど、結構感覚的なところを探っていくにはやっぱ直接話した方がね。そうですね。でも私も千原さんも確認作業っていうか、なんかこう人間関係みたいなところで悩んだりとかそうですねしてますよね。言い方みたいなね。はい、これ良かったかなとかっていうスクショを送り合ったりとか、ね、そうですね。はい。だからなんか最初今回笹尾さんにお願いすることとかも、なんか失礼な感じに思われたらどうしようってすごい思ってて、その時間のない中で50曲から70曲ぐらいをじゃあもうこれ笹尾さんが聞いた感じで作ってほしいです2週間でみたいなことじゃないですか。でなんかそれとかも本当にどういう風に伝わってるんだろうとか、言い方によってはね。そうそうそう。で予算もないですとか言われて、どうしようみたいな。これ私多分登りきれなかったんですよね。途中。はい。結構ありますよねこれ。ありました。あ、登りました。登りました。このセットめちゃめちゃかっこいいですね。花穂さんが手がけてくれました。キャンディーウェーブのセット千原さんやってたじゃないですか。はい、そうですね。その後だからなんか大丈夫ってめっちゃ思いましたけど俺は。いやいやもう。確かにキャンディーウェーブのセットとかもあんまりセットやらないですよね。そんな別にそんなにやんないですね。ね、あれどうでした？あれは別にあれもだから結局すごいイメージがしっかりあったじゃない。だからやりやすかったですね。もうそれをこうどう想像して形にするかみたいな感じだったんで。キャンディーウェーブの衣
装はブランドさんにお願いしたんですよ。ノン東京カメオポーズ、飯島さんだ。それもなんか新しい試みでしたね。最後は飯島さんで締めるという。これダンサーさんたちってはけた時ってどんな感じになってるんですか？どんな感じだったんですか後ろ？すごいみんなっていう時と、でもリハーサルの時あれですよね、やっぱイエティの翔太がすごいなんかきつそうだったじゃないですか。やっぱ熱くて、熱くて、だからこれ本番どうなのかなとは思ってましたけどね。裏どんな感じだったんですか？イエティが一番ドキュメントカメラにアピール多かったです。元気にいろいろ。イエティの着てる肉襦袢に当日の朝に工事現場の人が着るブルゾンのファン付きのやつあるじゃないですか。あれを背中に2つつけたんですよ。そうそしたら感動してくれて、すげえ助かりますって。変わったんですね。じゃああっから進化したんですね。そうでもとはいえ暑いですけどね。でもお互いで声かけ合ってすごいいい空気でした。声かけ合って。もう大変だねとかって声かけ途中でね、みんなこう熱く脱いで。厚底で硬い靴多かったんですけど、この靴めっちゃ踊りやすかったです。そう多分あったかくなったら柔らかくなるかなと思ってビニール系は。そっか、ビニールだったんです。そう。でも靴ずれもなく。よかった。でもそれよりもタイツのデニールの厚さでどのぐらいのなんか体感があるのか、ちょっと厚いっていう感じなのか、その普通なのか。はい、大丈夫でした。私この剛さんがやってくれる腕と足にクシュクシュがくるスタイルがすごい好きです。そうなんかね、よくやってるみたいですね。あんまり見ないですよね、他の衣装で。確かにそうかもしれない。特許取った方がいいんじゃないですか。このスタイル。そう、ちょっと探してみよう。他にも。何回も今回リハーサルとかで回転した時にやっぱスカートの中が見やすいねって言ってパニーを詰めてくれたり、そういうのも調整してくれてました。いやもうドキドキですね。くるって回る時とかもなんかそのリハとかゲネとかがほとんどなかったから、そうドキドキしたね。なんかそういうケアはちゃんとできてるのだろうかって。でもなんか本番ってケアできててもそうじゃない事態が起こったりとかするから、そう本当ドキドキ。
Come on